子供中心で暮らしてきたじゃないですか。はい、別れたいっていうわけじゃないんですけど、今回の週末ビフォーアフターはですね、なんと我が家に私自らメスを入れたお話でございます。実はですね、夫が非常にねたくさん物を持っておりまして、家のあちこちの収納の中に夫のものが入っているという問題がねずっとあったんですけれども、この1年非常に在宅勤務が増えて、本人もね年ですね、腰が痛いとかなんとか言っててね、いろんな問題がねちっちゃい問題でしたけどたくさんありましたので、それをね解決するために夫と話し合いをいたしましたので、まずはそちらの模様からご覧ください。今日の本題なんですけど、俺に言ってんの？はい、子供も大きくなって結構子供中心で暮らしてきたじゃないですか。はい、本当にこんな狭い部屋で2人で長い間暮らしてたねっていう話で、だからといって別れたいっていうわけじゃないんですけど、この部屋にいる時間パパも長くなったから、最近腰痛いとか言ってるし、リモートで私ね結構ヒロ君のものはいろんなところに埋めてて、物がいっぱいあるからね、あちこちに点在しちゃってるんだよね、ヒロ君のものが。一生懸命穴を掘って埋めてる人生だったんですけど、最近始めましたよね、バンバン打つようなものとか。とりあえず今一番好きなのは何ですか？趣味で。楽器です。楽器を弾くこと、ドライブとかね。なかなかあんまり外出る機会も、でも出てるね。それもあって、じゃあその2つぐらいで大丈夫なんですか？どういうことそれは？このクローゼットの中とか見たことないから、何隠してるのかなと思って。隠してはいないけどいろいろ入ってます。いろいろ入ってるでしょ、で私はね、本当はね、ここはもうパパだけの部屋にして、隣の子供たちの部屋が私たちの寝室になって、シニアライフをちょっと想像してたんですけど。追い出せばいいんじゃない？いや、でも追い出してよ、じゃあもうちょっとね、私たちも私たちの人生を楽しむべく、ヒロがものすごいこうしたいみたいなのがあるじゃないですか。で、なんなら最近だったら私よりも長く家にいるようになり、リモートとかでね、で最初のうちはリビングとかでやってたかもしれないけど、ここが好きですよね。なんでこっちでやるようになったの？大学の授業を向こうでやってバッティングしちゃうから、リビングでやるとか。なるほどね、スペースの問題というよりは音の問題。で、ヒロ君はこっちに来て、やってると。ただ同じ姿勢でずっと床に座ってると腰が痛くなったりとか、工房みたいなのあったらすごい嬉しいけど、だから工房っぽくしたいってことでしょ。できればね、別にそれは工房じゃなくてもいい。仮にもここは寝室なので、はい、どうしてもこのリモートの残骸とか、俺が遊んでるものとか、楽器弾くための機材とか、めちゃめちゃあるじゃないですか。だからね、いいんですよ。それで幸せならいいんですけど、基本的には平和に仲良く暮らしていきたいので、仕事プラス趣味と、あときちんと寝るスペースが理想的な形で確保できればいいってことですね。そう、だから別に何かを我慢してもらいたいという話ではなく、いつか来る将来のためとかいうよりは、今をエンジョイできるように、今をもっと快適に暮らせるように改造しましょう。わかりました。結構私真面目に話してましたね。なんで化粧しなかったんでしょうね。はい、後悔しております。この1年ね、息子たちがオンラインで授業をしたりとか、夫が在宅勤務をしたりとか、もう非常にねライフスタイルが変わっちゃったんですよね。そもそも我が家がどんなお家かというところで見ていただくとですね、3LDK の70平米のお家で、築14年ということで、結構ね長い間住んでるわけですね。ただね、自粛前までは非常に夫婦ともども
忙しく働いていてですね、なかなかあんまり家にいる時間もなかったんですね。なのでなるべくね子供たちにスペースを与えていて、夫婦の寝室が一番小さい場所だったっていうことでね、早く気づけよって話なんですけれどもね。だからね、私ね、今思いますとね、この第28話に出てきたこの夫婦にこんな狭い部屋で寝てんのなんつっちゃってね、ほんとその説は本当失礼いたしました。ただこの家のね娘さんたちは本当にね家族思いの子たちだったので、娘さんの部屋とね夫婦のような寝室をねチェンジすることによってね、こんなねすごいもう素敵なねホテルみたいな寝室なんか作っちゃって、もう在宅勤務なんかもうね大統領のね机みたいな感じですよね。人の家はすぐできるんですけどね、なかなかね自分の家になりますということでね、じゃあうちもそれこそ子供部屋と私たちの寝室をチェンジすれば問題がね解決するかって言ったらね、人の家の真似をしても同じ結果は得られません。という方家の寝室ね、夫婦2人がねハッピーになるためにね、まずね夫婦で話し合った結果、こんな寝室にしようということで決まりました。まず第一に、腰痛緩和のため平日は立ったり座ったりできるリモートワークができる。2つ目に、休日は趣味を思いっきり楽しみたい。この2つはねとりあえず夫の希望でございますね。そして私もうたった一つ願いです。部屋をすっきりさせて朝までぐっすり眠りたい。もうただそれだけですよ。本当にこの3つのね、希望を叶えるね寝室大改造ということで、私がまず最初に手掛けたところはこちらでございます。夫のクローゼットでございます。もうねこの小スペースの中にこんだけちゃんと入れられてる夫、本当に頭が下がりますよ。もうね本当にねちゃんとしてるんですよね。私だったらこんなとこにいちいち入れるのねめんどくさいやなんつってね部屋の中散らかしてがちですけど、彼はねもうねリスがね餌食べるようにちょこちょこ入れてくんですよね。偉いですよね。でもね実はこのクローゼットねめちゃめちゃ稼働率が悪くてですね、なんならね本当にね1日に1回動くか動かないかでですね、冬の時はねちょっと上着着るぐらいな感じで本当に全く稼働率弱かったんですね。だって実際着てる服はですね、この部屋に出てるこのね棚の中にある、作業着だったり普段着みたいなのがね動く程度で、本人服の量結構あるんですけど稼働してるものなんてたかだかこれだけだったわけですね。とにかくねスタンディングでねリモートができるようにするためには少しでもねスペースが欲しかったので、この衣類収納をクローゼットの中にしっかりね収めてねスペースを作るってことをやりました。その代わりですよ、皆さん地獄出てきますよ。クローゼットの中見てみましょう。どうぞドン。クローゼットの中のもの全部出しました。いやさすが入れ上手のヒロくん、こんなにたくさん入ってたなんてさすがの私もびっくりですよ。やっぱりあれだよね、もうなんかよくわかんないもんばっかりだよね。こういう車も大好きだしね。ここにもあるわ。ほらうわ何これ、なんかものすごい年代を感じるんだけど、うわ出たガンダムとか。何これ。そのカムタックはもう40年前のプラモデル作ってないです。40年前って。40年以上だ。7歳の誕生日の時に買ってもらったやつまだ作ってない。すごいよね。でこのなんかおもちゃは何なの？これは3、4歳ぐらいの時に買ってもらったやつよ。すごいね。そういうものをずーっと持って歩ってんだね。これ以外にも山ほど CD とか、あとここら辺には録音機材とか結構いっぱいあるんだよね。いやまさか家で仕事することになるなんて夢にも思ってなかったけど、乗りかかった船だ。頑張ろう。乗りかかった船。こんなにいっぱい、ほぼほぼものですよね。クローゼットという名のただの物置だったんですけど、このものの量ね
どうしたらいいのって話なんですけど、私これに関してはちょっと秘策があるので、それはちょっと置いといて、夫のクローゼットこう変えてきました。どうぞドン。はい、まずはゴールデンゾーンに毎日使うものがしっかり収まった状態で使い勝手のいいクローゼットに生まれ変わっております。まあね、夫のね、かける収納は意外と少なかったので、まずは、取り出しやすい高さの位置に棚が来るようにして、はい、非常にね稼働率がダダ上がりのねクローゼットが完成しました。これに関してはね、主人すごい喜んでくれてね、はい、これすごい使いやすいねって言ってくれました。はい、ということでね、問題残ってますよね。物たちどうしてきたかということなんですが、この大量に出てしまったものの行く末、気になるところです。さあ、私はどんな秘策を導入したのでしょうか。皆さん当ててください。正解は収納付きベッドフレームの導入でした。はい、まさかね、我が家にこのシステムを導入する日が来るなんて、夢にも思ってなかったわけですよ。跳ね上げ式のベッドね、これね結構いろんなお家で見ててですね、まあこの収納をうまく使い切れてるよ見たことなかったしですね、変な話ね、ゴールデンゾーンにまずしまう場所がないわけですよ。そんなのフル型式の片付けに導入しちゃっていいの、それこそ我が家ですよ。はい、ただですね、実際ね我が家でこれを選んだ理由がありまして、そもそも狭い部屋でも大容量に物が入れられるっていう理由とですね、部屋の景色を損なわないわけですね。これが決め手になったわけなんですが、はいね、夫は本当にね、もう昔の大切な思い出とか、もうね大好きなものがたくさんあるので、減らす収納はできないわけですね。ですから思い切ってこれを導入したからにはですね、もう絶対夫に喜んでもらえるね、収納しなければなりません。ということで、このねとっておきの秘策を導入したことによって見てください。はい、これ全部この収納の中に入れることができます。実はね、この中にね、家の収納の至るところに点在して私が一生懸命埋めてたもの、もうここぞとばかりに掘り起こしてここに集めております。夫もですね、こんなのあったんだなんて言いながらね、懐かしく見てましたけど、はい、楽器持ってるお家の人だってね、このね楽器のケースって結構かさばるのね、こういったものがね、ここに入ってくれたら私も本当に助かるのでね、はい、これ全部夫に入れてもらっております。はい、もちろんこれ闇雲に入れたら絶対ダメですよ。ここにはですね、まず何を導入したかというと、第一に繰り返して使えることができる除湿シートをですね買ってきました。はい、このベッドのサイズに合わせたね除湿シートで除湿防カビ対策しております。私ね、ここ引いてね寝そべっちゃってね、はい、なんかここでも寝れるようなねなんつってね、アホなことやってましたけど、はい、それとですね、もう一つ、今回横開きの高さ30センチのベッドフレームをね導入しているんですけれども、このね横開きにした理由はですね、ちょっとこれね新しいね概念ですね。横開きにするとですね、ライブスペースが広くなるんですね。はいね、できるだけ出し入れしやすい稼働率の高い収納にしたかったので、この横開きにするとですね、非常にねライブスペースが広がることで、これを選んでるわけです。そしてここに入れる収納なんですけれども、このキャスター付きのベッド下収納というのを導入しております。これはですね、何がいいかっていうとですね、奥のデッドスペースに置いてもですね、出し入れができるね、簡単にワンアクションで出し入れができますので、稼働率が上がるというか、この床下の収納でも非常に出し入れがしやすくなっております。はい、どうしてもねベッド下収納ってなるとね、しまいっぱなしのイメージがねあると思うんですけど、これを導入することによってそのイメージを払拭することができます。はい、こういったね秘策を導入したことによって見てください。ドン！すっきり朝まで静かに眠れる寝室が完成しました。パチ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 。はいね、いやもうね、ほんとねめちゃくちゃ嬉しいですよ。我が家のいろんなところの
ね、デストスペースに埋まってた夫の趣味のものとかも全部この中に入ったんで、もう私的には大満足。しかも夫のリクエストだった立ってできるリモートワークね。でも立ちっぱなしは疲れちゃいますよね。はい、疲れた時にはベッドで腰掛けられる高さがあるのでね、座ったり立ったりできるようにね、腰の負担が軽減できる、環境になってます。ということでね、もう本当に私的にはね、夫の理解のもとでね、こういった改善ができて本当嬉しかったんでね、皆さんもね、ご主人を巻き込んでね、片付け絶対やった方がいいですよ。ということでね、終わったはずだったんですけど、でもその続きがあったんですね。これやった次の休日に夫が何やらごそごそ始めたんですよ。何をして始めたかって言ったらね、この跳ね上げ式のベッドの側面に壁紙貼り始めて、自分の中ではきちんと把握できてたつもりなんで、わざわざ崩す必要はないかなと思ってちょっとびっくりしたんですけど、そうですね、もう 100% 自分のものでいったので、今まで以上にこう把握できるどころか、もう自分の秘密基地が完成できしたという形になったので、これは特別な自分の基地として大切に使いたいと思います。こういった形で開いて照明もつけるという形なので、なんかちょっとこう雰囲気が出るような柄を入れてみました、自分で。やっぱり雰囲気あってのその演奏のノリにもつながってくると思うので、それ大事だと思います、実際。ふざけんなよ、また物が増えてんじゃねえかって感じなんですけど、夫がね、なんかすごい嬉しそうだったんで、それはそれで OK ということで、私もハッピーエンドにしたいと思います。子育て中心でね、一生懸命頑張ってね働いてきてるママやパパたちもこのチャンネル見てると思うんですけど、もっともっとね、これから先ね、どんなことがあろうともなんか自分の時間やね、空間を大切にできるような、スペースをね、一人で悩まずに、夫婦でね協力し合いながらね、何かを諦めて頑張るんじゃなくて、思いやりと折り合いをつけていただいてね、お部屋改善していただきたいと思います。ということで、今回の週末ビフォーアフターいかがだったでしょうか。次回はなんとこちらも大問題発生です。週末ビフォーアフター始まって以来の男性視聴者さんの依頼でお宅に突入してきました。どうぞお楽しみに。それではまた来週。さようなら。よかったらチャンネル登録お願いします。